だからもう練習帰ってきたらもう速攻でシャワー浴びもしないでもうまずつけて一銭やって飯食ってシャワー浴びてでまた浴びたら集まってきてでみんなでもうずっとスマブラやってるみたいな。 GQ ジャパンをご覧の皆さんこんにちは、土井レミイアニです。10エッセンシャルズ、私にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。それでは行ってみましょう。レッツゴー。最初のアイテムはこちらです。 TikTok で、使う撮影用のカメラでございます。 Galaxy S10 なんで結構前のものなんですけどずっとこれを使わせてもらってるのと、こちら360度カメラ、口に加えて走ったりとかするとそれこそ「進撃の巨人」をご覧になった皆様は分かると思うんですけどそのキャラクターにこう似た雰囲気が出せるのでそういった使い方をよくやったりしてます。インスタ360っていうブランドなんですけど最初はその自分で出したアイデアというよりはそういう風にやってほしいっていう依頼を受けて案件として最初動画を撮ったのが始まりです。もともと僕はそのハンドボールの認知度を高めるために Facebook だったりとか Instagram をやってたりとかしたんですけど多くてもその当時多分2000人3000人ぐらいのフォロワーだったと思うんですね。 TikTok で初めてバズった時一晩で3000人ぐらいフォロワーが増えたんですけどフォローしてくださった方々がハンドボールと全く関係のない人たちだったっていうのが僕の中で衝撃で、じゃあハンドボールのこと載せててもみんなハンドボールに興味がないから見てくれないだろうなっていうところに気づきがあったのでハンドボールやってること隠して僕のことを好きでフォローしてくれる人たちが増えたタイミングで僕実はハンドボールやってるんですって言えばもしかしたらハンドボールもこの人がやってんだったら見てみたいってなるかなと思ってずっと隠してやってたっていうそういう流れですね。続いてのアイテムはスニーカーです。もともとこれは真っ白なナイキのスニーカーなんですけど実は僕の妻がアーティストとして活動してて彼女がこの真っ白な靴にデザインしてくれてこれがライオンだったりとかゴリラだったりとかこのいろんな色を使って動物をこう描いてくれて世界に一つしかない靴、これがもう僕すごくお気に入りで白い靴を買ったら毎回いろんなデザインを動物だけに限らずいろいろこう縁を塗ってくれてそれこそカスタムシューズみたいな感じに仕上げてくれるので逆に言うとこの白い靴以外も買いたくないっていう。妻がフランスの方でアルプス山脈とかあっちの方に住んでるんですけど昔お母さんが絵を描いてた記憶があってそれを横で見てるのが好きだったらしいんですよ。描いたことはないけどそれで私もちょっとやってみたいな暇だしっていうので言い始めたのが5年ぐらい前ですかね。でキャンバスと絵の具を買ってあげたらいきなりとんでもない絵を描き始めて日本帰ってきたタイミングで全力で俺がマネジメントするから展示会やらせてほしいって言ったのがきっかけで去年初めて1回目やらせてもらったんですけどもうそれがすごいいろいろ注目してくださってる人が増えてまあ1回だから価格者忘れてこれからはアーティストの方を今頑張ってるっていう状況です。続いてのアイテムはこちらです。イミダペプチドです。サプリメントも取らないしプロテインとかも一切取らないタイプなんですけどこれだけは唯一ずっと飲ませていただいてて渡り鳥が寝ないでなんであんな長時間こうずっと飛行し続けられるかっていう理由でもあるのがまさにこのイミダペプチドを彼らはその体内で生成することができるんですね。でこれは人間が自分でほとんど生成できないものでかなりこの体力が持続するその持久力を高めるっていう一時期飲むのをやめてたことがあったんですね。単純にその摂取するのが億劫になっちゃった時があってでその時に何ヶ月かしてまたなんかちょっと体最近重いなって思った時にまたちょっと飲んでみようかなっていうタイミングでまたすぐ元気になったんですよ。でこの時に分かりましたこのイミダペプチドのこの凄さ。続いてのアイテムはこちらです。化粧水乳液です。僕は普段このレカルカという、日本のブランドの化粧水を使わせてもらってるんですけど最近30を超えてぐらいからお風呂上がりとかちょっとヒリヒリするようになってきて肌がやっぱり潤いがなくなってくるんですよね。でポツポツまだニキビができたりとかしてた中でたまたまこのレカルカさんと出会ってでこう使わせてもらうようになってからもう本当に問題がほとんど起きなくなった。こっちは普通のローションタイプの化粧水なんですけどこっちはもう僕めちゃめちゃ好きでミストの化粧水でこう見ていただいて分かると思うんですけどこれだけきめ細かいミストが出るのですごい肌に浸透してくれて匂いとかもすごく良くて。続いてのアイテムはこちらです。
ゴルフクラブです。小学生の時に6年間おじいちゃんの影響で習ってたことがあって、それでも2週間に1回ちょっとレッスン受けるぐらいだったんですごくやってたわけじゃないんですけど、大人になってから日本に帰ってきて、またちょっとゴルフやってみたいなっていうその、欲から僕のマネージャーが僕テーラーメイドとつながりがあるからそこでクラブ買いに行こうよっていうその一言からテーラーメイドさんの方で、一式買わしてもらってでまた再開したっていうのが2年半ぐらい前ですかね。そこからまた現役生活をやってたんでハンドボールの方で忙しくて行けても月1ぐらいのペースでしか行けてなかったんですけど引退したタイミングで真剣に頑張りたいなと思ってるのでこれからはもう本当にゴルファーとしてゴルファーとしてはちょっと言い過ぎですけど向上心があるのでゴルフの方の成績をぐんぐん伸ばしていきたいなっていうふうに思っているところでございます。それこそ老若男女ずっとやっていけるスポーツなんでそれがまたすごいいいなっていうのと大自然の中で自然を感じながらできるスポーツっていうのがすごいこの精神的にもすごいリラックスできるんでかなり気に入ってますね。続いてのアイテムは車になります。今はランドローバーのレンジローバースポーツを、乗させていただいてて関西を拠点にしている、ディーラーさんで発光自動車さんというディーラーがありましてもともと会長がハンドボーラーでその社員さんも結構ハンドボールに携わった人とかだったりとかがすごく多い会社でぜひハンドボーラーでアンバサダー契約したいってこう考えてくださってるタイミングで関西で仕事があった時にお会いしに来てくださって、ありがたいことにアンバサダー契約をさせていただいて乗させてもらってるっていう状況の車なんですけれどもこのレンジローバースポーツが見た目もものすごくかっこいいしインテリアもすごくおしゃれでザ・イギリス紳士みたいなそういった優雅さを極めたような車でものすごくこう乗り心地がいいもう一発でこの色が気に入って白ではなくて実際に見るとちょっとこうクリーミーなグレーがかかってるようなそういう色合いでブレーキキャリパーが赤いんですよね。そこも気に入っててゴルフ場行くってなった時に、荷物もそうですしその長距離の運転になるんでもう本当にぴったりの車だなと大満足しております。続いてのアイテムはサングラスです。僕は目の色がちょっと薄いのもあって母にあんたは目の色薄いんだからサングラスかけなさい目やられちゃうからっていうのでファッションっていうよりは目を保護するっていう意味合いでちっちゃい頃からかけてたんですよね。そこから派生してやっぱり、つけるんだったらやっぱおしゃれなもの自分に合うものっていうのをなんかつけたいなっていうのでこれは、またごめんなさい妻の話になっちゃうんですけど彼女が初めて個展をやってちょっとこう収益が出たタイミングでいつもありがとうっていうので買ってくれたモンクレールのサングラスなんですけどアルプス山脈の方の、出身なんでモンクレールってまさにあっちのグルノーブルっていう我々が住んでたところからもうすぐ行ったところにある町のブランドですごい近しいところもあってもともと好きなんですよね。続いてのアイテムはこちらのリングです。このリングはただの指輪ではなくて、実は決済機能がついていてタッチ決済ができるところでは全て利用ができるものなんですけどやっぱりカバンにある財布を取り出してで財布を開けてでカード取り出してタッチしてまたそれをしまってカバンに戻すっていうこの作業が一つもいらないんですよ。ピッてやるだけで決済ができるし充電がいらない。でよくそのランニングしたりとかもこれ一つあればちょっとなんか水欲しいなってなった時も何も荷物いらない状態なんで走りやすいし来年からは大阪とかから始まるんですけど電車もこれ乗れちゃうんですよ。で今後健康状態だったりとかも測れるような機能が追加できる可能性があるので僕はすごくこのエブリングの指輪を気に入って使わせてもらってます。続いてのアイテムはこちらです。ヘッドセットです。ゲームをするのが好きなんですけど角川文庫さんが所有している、e スポーツチームがあってそことお仕事させていただく、機会があってでそこがこの JBL さんご支援いただいてたりとかするんですけどその流れで僕も JBL を使わせてもらってるんですけどこのヘッドセットがすごくお気に入りでワイヤレスでもう全く遅延もないしノイズキャンセルも完璧だしサウンドがすごく好きなのでヘッドセットのクオリティによってはただ音がするだけでどこから音がしてるのかとかっていうの分からないものもあるんですよ。目だけではなくて音でも敵の位置を把握できるっていう、その優れた、環境がないともう勝てない世界なのでゲームをやるときはもう常に、このヘッドセットでゲームをやってるっていうそういう感じです。小学生の頃からずっとゲームばっかりやってましたね。今までで一番多くやってたのはもしかしたら64のスマブラだと思います。日本体育大学のハンドボールだったんですけど実家が横にあろうが関係なく全員寮生活をしなきゃいけなかったんですよ。
同級生とかみんな一緒に生活してる中でたまたま64のスマブラ置いてあったんですよ。だからもう練習帰ってきたらもう速攻でシャワー浴びもしないでもうまずつけて一戦やって飯食ってシャワー浴びてでまた浴びたら集まってきてでみんなでもうずっとスマブラやってるみたいな、もう4年間ずっとやってましたね。続いてのアイテムはキャップです。フランスでハンドボールやってた時に誕生日プレゼントでチームメイトがキャッププレゼントしてくれたことがあって、でそこからキャップいいなっていうのがきっかけで好きになったんですけど、今回持ってきたのがちょっと面白いカップヌードルとコラボしてる、これカップヌードルじゃなくてキャップヌードルって書いてあるんですよちゃんと。で内側がカップヌードルのそのまんまこれがあったりとか、ニエラさんってこの面白いコラボよく出してるんで、そういったコラボ商品とかがすごく好きで話題になるのがいいんですよね。何そのキャップかわいいねとか面白いねみたいな、そういう一個話題にもなるので、結構なんかそのキャップ今日これかぶりたいからこの服にしようとかもあるし、5、60あると思います。でもそれでもだいぶ兄弟にちょっとこう譲ったりとか友達に譲ったりとかも含めると100はいってんじゃないかなって。私の10エッセンシャルズいかがでしたでしょうか。僕も紹介していく過程で改めてこのアイテムたちに、日頃自分の人生を少し豊かにしてもらってるんだなって再確認できてすごく楽しかったです。10エッセンシャルズ土井レミアンリでした。またお会いしましょう。バイバイ。